皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。先週の金曜日に久しぶりの雨が降りました。ここぞとばかりに干からびていた鳥かごの寄せ植えを外に出して雨ざらしにしてしっかり水を吸ってもらおうと思ったところまでは良かったんですが、この後大変な事態に。土砂降りの雨に混ざり氷が降ってきました。この日の天気予報では傘マークがついていたんですが、いつも傘マークがついていても雨が降らないのですっかり油断していました。大きなものでは2センチほどもあり、ここではっと気がついて慌てて多肉を避難させました。ベランダの多肉も気になっていたので見に行ってみると、見事にずぶ濡れでした。急な雨だったためビニールシートを貼る暇もなかったんですが、多肉の水やりにはちょうどよかったかも。そして1時間ほどで降っていた雨もやみ、日が差してきたんですが、この後また土砂降りの雨と氷が降ってきて2度びっくりしました。さすがに3度目はないと思い、多肉を元あった場所へ戻しました。実はもうそろそろ遮光カーテンを外そうかなと思っていた矢先、今回のようなこの天気で正直遮光カーテンを外さなくて本当に良かったと思いました。これ遮光カーテンを外していたら多肉にも相当被害が出ていたと思います。そして今回の氷の被害といえば、この寒冷紗が破れたぐらいですね。寒冷紗と遮光カーテンのおかげでベランダの多肉たちも無事でした。翌日には濡れていた土もすっかり乾いていました。思っていたほど雨が当たらなかったようで、本当にちょうどいい水やりになりました。そして久しぶりにスーパーに行って黄金ラベルの多肉を発見して大量に購入してきました。実は2年前に一度同じスーパーで黄金ラベルの多肉を見つけて大量に購入してきた動画があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回購入してきた苗を一つずつご紹介していきます。一つ目の多肉はティッピーです。ティッピーは一つ持っているんですが、あまりの可愛さについつい買ってしまいました。そしてこれが我が家のティッピーです。思ってた以上に成長していてびっくりしました。そして2つ目の多肉はムーンガドニスです。葉のエッジが赤くてロゼットも大きくてとても立派です。これは早めに植え替えしてあげたいですね。そして今回購入してきた多肉はこの葉と葉の間に土や石が詰まっているのがちょっと気になるんですよね。かなりの確率で葉に土が挟まっています。葉を軽く押さえて息をふっと吹きかけて土を飛ばしていますが、中にはふっと息を吹きかけても取れないものもあるため、植え替え時に逆さにして取ることにします。3つ目の多肉はマーティンです。このかわいいピンク色に一番先に目が行き、最初にカゴの中に入れました。2年前もちょうど入荷したての苗でしたが、今回もタイミングよく入荷したてでまだ一苗しか売れていなくて、気になる苗を
カゴの中に次々に入れている姿を見て、旦那も呆れていました。4つ目の多肉はこのブーケです。名前が可愛くて、これは完全に名前で購入しています。しかもブーケという名前で小吹きもとても良さそうですよね。これはかなり期待しています。そして大きな石が葉の上に乗っていて、さっきから気になっていたので、葉が傷つかないように優しくピンセットで取り除いておきます。今回も芋づるの皮を剥いて爪が黒くなってしまっているため、お見苦しいのでグローブをつけているので、なかなかね、思うように作業が進みません。皆さんはさつまいもの芋づるを食べたことがありますか？私はきんぴらにして食べるのが大好きです。はい、やっと石が取り除けました。今回は少し大きめの石だったため、葉が傷つく前にピンセットを使って早めに取り除いておきました。5つ目の多肉はこのクリッシー・エヌ・ライアンです。初めて聞く名前の多肉で、ちょっと面白いなって思い購入してきました。横には小さな小株がついていました。購入した時はわからなかったので、ちょっと得した気分です。こうして見るとアメイジング・グレースにもよく似ていますね。今度比べてみようと思います。次の5つをご紹介していきます。6個目の多肉はこのピュアラブです。キュッと締まった苗が可愛くて、持っているのについついカゴに入れてしまいました。肉厚でぽってりとした葉がたまりません。ちなみに我が家のピュアラブは外葉が完全に開いてしまっています。冬の寒さにあたり可愛くなってくれるのを期待しています。6個目の多肉はルビスターです。ロゼットを見るとルビスターという名前がしっくりきます。このルビスターは初めて我が家にお迎えした種類なので、この冬どんな紅葉を見せてくれるのか、今からとても楽しみです。植え替えするときにはついでに葉ざしを取って増やしてみようと思います。ロゼットも大きいので葉をたくさん取っても大丈夫そう。8個目の多肉はポールデンシス×アルビカンス。この多肉もエッジが紫っぽいピンクでとても可愛くて、育ててみたいと思いお持ち帰りしてきました。このポールデンシス×アルビカンスもむっちりとした肉厚な葉をしていてとても可愛いです。9個目の多肉はこのアランタです。外葉に向かい薄い黄緑色で、まさに私好みの多肉です。これからどんな変化をしてくれるのか、小株もついているのでとても楽しみです。これ植え替えするときに小株を外すかどうか迷うところです。そして10個目の多肉はレッドベルベットです。ドイツシャンペーンと同様に成長点付近がジャムのように赤く紅葉してかっこよくなるんですよね。レッドベルベットも葉ざししてたくさん増やしておきたいな。はい、ここまで10種類の多肉をご紹介していきました。残りはあと3つなんですが、この3つは保険株として今までご紹介してきた中の多肉と被っている多肉です。葉ざしで増やすなら
もう一株あってもいいかなと思い購入してきました。期待して株元を覗いてみましたが、残念ながら小株はついていませんでした。2つの株を比べてみると、同じレッドベルベットでもこんなに違いがあります。皆さんならどちらの株を選びますか？ぜひコメントで教えてくださいね。選べなくて私みたいに2つ買っちゃうなんてのもありですよ。もう一つはやっぱりこのマーティンです。一番最初にカゴに入れただけあり、保険株としてもう一つ予備に購入してきました。今週一度たっぷり水やりをして、来週には植え替えしようと思っています。そして今日最後の多肉はこのピュアラブです。このピュアラブも葉の上に土が乗ってしまっていますね。気になるので取っておきました。我が家のピュアラブとはちょっと違い、葉が透き通っている感じでとても可愛くて、ついつい2つお迎えしてしまいました。こう見ると初めにご紹介した右側のピュアラブの方が成長点がキュッと締まっていて、色も可愛いんですよね。はい、ということで今回の動画はスーパーで見つけてきた13個の多肉をご紹介していきました。そしてやっと降った雨なのに、まさか氷が降るなんて、しかも時間を空けて2回も降って多肉に被害が出なかったのが何よりでした。この動画が良かったなんて思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。